行動心理に関する雑学。実は好きな人と少し距離を置くと関係が悪化するどころかお互いの重要性を再認識する強力なきっかけになる。人間の脳は常に近くにある存在の価値を無意識に低く見積もってしまい、離れることで初めて本当の愛しさに気づくのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、好きな人と少し距離を置くことで起こる劇的な関係改善のサインを詳しく解説していく。実は好きな人と少し距離を置くと心理的リアクタンスが働き、あなたの存在が以前よりも猛烈に愛おしくなる。心理的リアクタンスとは自由を制限された時にあえてそれに抗おうとする人間の本能的な心の防衛反応のことである。いつでも会える状態から急に距離を置かれることで男性はあなたという存在の尊さに気づき、強烈な執着心が芽生えるのだ。当たり前だった日常が失われる恐怖こそが彼の狩猟本能を呼び覚まし、あなたへの情熱を一気に最高潮へと燃え上がらせるのである。実は好きな人と少し距離を置くと毎日の連絡やデートへのマンネリ感が完全にリセットされ、新鮮なときめきが劇的に復活する。近すぎる距離感は脳の慣れを引き起こし、どれだけ魅力的な相手であってもドキドキする感覚をなまらせてしまうのだ。しかし意図的に距離を置くことで次に連絡が来た時の喜びや久しぶりに会えた瞬間の幸福感が何倍にも膨れ上がる。この新鮮なギャップこそが冷めかけていた恋心に火をつけ、付き合いたての頃のような熱い情熱を取り戻す最高の特効薬なのだ。実は好きな人と少し距離を置くとお互いが一人の人間として冷静になり、相手に対する不満やイライラが嘘のように消え去っていく。距離が近すぎると相手の些細な行動や欠点ばかりが目につくようになり、どうしても感情的な衝突が増えてしまうものだ。一人になる時間を作ることで相手がいつも自分にくれていた優しさや思いやりの深さに客観的に気づくことができる。冷静な頭で相手の大切さをかみしめる時間こそが男の包容力と女の素直さを引き出し、二人の関係をさらに大人へと成熟させる。実は好きな人と少し距離を置くと自分自身の仕事や趣味に没頭する時間ができない面から溢れ出るあなたの魅力が最大化される。恋愛だけに依存して自分の世界を狭めてしまうと男性から見て負う価値のない退屈な存在になってしまうのだ。一人の時間を充実させて自分を磨いている姿は男性にとって非常に魅力的であり、再びあなたを追いかけたい衝動に駆られる。他人に振り回されない自立した大人のオーラをまとうことこそが運命の相手を一生あなたに依存させる最強の武器なのである。実は好きな人と少し距離を置くとこれからの2人の未来についてお互いが真剣に考え始め、結婚へのステップが一気に加速する。ただなんとなく一緒に過ごすだけの関係から一歩引くことでこの先の人生を本当に共に歩むべきかを見つめ直すのだ。あなたと会えない孤独を経験した男性はあなたを生涯かけて守り抜きたいという強い責任感と覚悟を無意識に固める。失うかもしれないという健全な危機感を与えることこそがただの恋人から生涯のパートナーへと関係を動かす決定的な鍵だ。恋愛心理に関する雑学。実は女性が男性を好きになるときは一目惚れのような一瞬の衝動ではなく、脳内での加点方式によって静かに確信へと変わっていく。女性の脳は相手の優しさや男らしさを日常の些細な行動から見極め、時間をかけて安全で特別な存在だと認識していくのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、女性が男性を本気で好きになるときに起こる決定的な心の変化を詳しく解説していく。実は女性が男性を好きになるときは条件ではなく会話の中での共感や傾聴の姿勢に深く心が満たされたときだ。自分の話を否定せずに最後まで笑顔で聞いてくれたり、大変だったねと気持ちに寄り添ってくれる行動に絶大な安心感を覚える。これは心理学で自己開示の需要と呼ばれ、自分の全てを包み込んでくれる包容力のある男として脳が恋に落ちる合図を出すのだ。ただアドバイスをするのではなく、まずは自分の味方でいてくれるという信頼感こそが女性を本気で惚れさせる最大のきっかけである。
実は女性が男性を好きになるときは、他の人には見せない自分だけに向けられた特別な優しさや限定的な特別扱いを感じ取った瞬間だ。誰にでも親切な八方美人の優しさではなく、自分のためだけに時間を作ってくれたり、小さな変化に誰よりも早く気づいてくれる行動だ。女性は本能的にあなただけは特別だよという唯一無二の愛情を求めているため、その限定感に激しく心が揺さぶられるのである。自分を一番に最優先してくれる徹底した誠実さを日常の中で感じたときに、女性の恋心は一気に加速して本気へと変わっていく。実は女性が男性を好きになるときは、トラブルやハプニングが起きたときに慌てず抜群の危機管理能力で自分をリードしてくれたときだ。道に迷ったり予想外のトラブルが起きたときでも、不機嫌にならず大丈夫だよと冷静に守ってくれる姿に男としての強さを感じる。これは危険から身を守り安心したいという女性の防衛本能が最大に満たされ、頼もしいオスとして本能レベルで引きつけられる状態だ。いざという時に責任を持って自分を力強く引っ張ってくれる。その大人の余裕と覚悟こそが一生ついていきたいと思わせる決定だ。実は女性が男性を好きになるときは、普段クールな彼が自分の前でだけ少し弱音を吐いたり甘えたりするギャップを見た瞬間だ。周囲には決して見せない無防備な姿や挫折を自分にだけ打ち明けてくれた時、自分は彼にとって特別な存在なのだと確信する。これは心理学におけるギャップ効果と親密さの進化が同時に働く現象であり、母性本能がくすぐられると同時に愛おしさが爆発する。自分だけに心を許してくれているという絶対的な優越感こそが、女性の心を掴んで離さない最強の恋愛フィルターとなるのである。実は女性が男性を好きになるときは、2人で過ごす未来のイメージや将来の人生設計の話が不思議なほどスムーズに共感できたときだ。何気ない会話の中で家族観や仕事への情熱といった深い価値観がシンクロ思考の人となら人生を共に歩めると直感する。遊びの恋愛ではなく生涯のパートナーとしてお互いを高め合える関係が作れるという確信が芽生えるのだ。未来の話をするときに笑顔とワクワクした幸福感で包まれるその心地よさこそが、本能が選び抜いた最高の相性の表れなのである。恋愛心理に関する雑学。実は男性が女性を好きになるときは、外見の好みだけでなく自分の男としての本能やプライドが刺激された瞬間に恋に落ちる。男性の脳は自分の存在を認めてくれたり自分を男にしてくれる女性に対して本能レベルで独占したいという強い衝動を抱くのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、男性が女性を本気で好きになるときに起こる決定的な心の変化を詳しく解説していく。実は男性が女性を好きになるときは、自分の強がりや小さな頑張りを誰よりも先に見つけてまっすぐに褒めてくれたときだ。さすがだね。いや、頼りになるね。という言葉は、男性の承認欲求と男としてのプライドを最高潮に満たす特別な特効薬なのである。これは心理学で自己重要感の充足と呼ばれ、自分を肯定してくれる女性を一生かけて守りたい本命の相手だと認識するのだ。他の人には気づかれない努力を優しく拾い上げてくれるその視線こそが、男性の心を一瞬で掴んで離さない最大のきっかけだ。実は男性が女性を好きになるときは、自分を頼って甘えてくれた後に嬉しそうな笑顔でありがとうと最高の感謝を伝えてくれた瞬間だ。男性は本能的に好きな女性のヒーローでありたいという強い欲求を持って生きているため、頼られることで自分の価値を実感する。小さなお願い事をされてそれを叶えた時に、彼女が見せるとびきりの笑顔は男性にとってこれ以上ない男の勲章となるのだ。自分が彼女を幸せにしているという圧倒的な自信を与えてくれる。その存在こそが男性を本気で惚れさせる決定打となる。実は男性が女性を好きになるときは、普段明るい彼女が自分の前でだけ弱音を吐いて涙を流す無防備な姿を見たときだ。周囲にはいつも笑顔で接している彼女が、
自分にだけ心の奥の不安や孤独を預けてくれた時、男の狩猟本能と保護欲求が爆発する。これは俺が彼女を守らなければいけないという強い責任感に変わり、ただの友達から一人の異性としての愛おしさへと昇華する。自分だけに心を開いてくれているという特別感こそが、男性の独占欲を激しく刺激して本気の恋へと引きずり込むのである。実は男性が女性を好きになるときは、他愛のない会話で彼女の笑い声や仕草が自分の波長と完璧に一致した瞬間だ。お互いの話すテンポや笑うタイミングが自然と重なることで、脳内に大量の快楽物質が分泌され、運命の相手だと直感するのだ。これは心理学における類似性の法則が本能レベルで働いている状態であり、一緒にいるだけで日々の疲れが嘘のように消えていく。言葉がなくても隣にいるだけで心が満たされる、その絶対的な居心地の良さこそが生涯のパートナーとして選ばれる最大の理由だ。実は男性が女性を好きになるときは、自分の仕事への情熱や夢に誰よりも深く共感し、笑顔で味方でいてくれたときだ。どんなに無謀に思える挑戦であっても、あなたなら絶対に大丈夫だよと信じて見守ってくれる包容力に男性は心から救われる。これは精神的な自立を果たした大人の愛の形であり、孤独な戦いを続ける男性にとって心のオアシスとなる存在なのだ。自分の人生を丸ごとリスペクトし背中を押してくれるそのけなげな姿勢に、男性は一生の愛を誓う覚悟を無意識に固めるのである。